使用するのはこちらの糸になります。アリゼのアルチザンっていうソックヤーンになりますね。材質はウールが 75%、ポリアミド、ナイロンのことですね、25% になっています。1玉 100g、420m あります。こちらはカラーナンバー9002です。こちらはカラーナンバーが01です。段染め糸と単色の糸2種類あります。カラーバリエーションそれぞれ豊富ですので、お好きな糸を組み合わせていただければいいかなと思います。かぎ針は5号 3mm を使っていきます。こちらのモチーフを編んでいきます。花びら5枚のお花のモチーフになります。指に2回糸を巻いて輪を作ります。輪の中から糸を引き出して鎖編み2目で立ち上がります。そして未完成の中長編み、もう一度未完成の中長編み、これを一度に引き抜きます。鎖編み1、2、未完成の中長編みを3回、これを一度に引き抜きます。鎖編み1、2、未完成の中長編みを3回、一度に引き抜きます。鎖編み1、2、未完成の中長編みを3回、一度に引き抜いて鎖1、2、未完成の中長編みを3回、一度に引き抜いて鎖編み1、2と編みます。中長編みの玉編みが5目編めました。では糸端を引いて輪を引き締めていきます。糸に針を戻して最初の目に引き抜きます。はい、これで1段目が編めました。まず引き抜き編みで1目移動しますが、この時に糸を変えていきます。これは花びらの色になりますね。糸を変えて引き抜きます。では2段目ですね。鎖編み3目で立ち上がって鎖を側にすくって長編みを5目編み入れます。立ち上がりの鎖3目と長編み5目合わせて6目になります。次の鎖を側にすくって長編みを6目編み入れます。では残り3箇所ですね。同じように長編みを6目編んでいきます。最初の立ち上がりの鎖も合わせて30目編んだところになります。最初の立ち上がりの鎖3目のところに引き抜きますが、この時に糸は最初の白の糸に変えていきます。花びらを編んだ糸、こちらはカットしておきます。では3段目を編んでいきます。鎖1目で立ち上がって下の玉編みですね。ここに針を入れて
大きい細編みをします。鎖編み3目です。この鎖3目はこの花びらの裏側に渡ります。そして次の玉編みですね。ここに大きい細編み、糸を長めに引き出して細編みをします。鎖編み3目です。これは花びらの後ろ側に渡ります。次の玉編みに大きい細編みをします。では同じように残り2箇所ですね、編んでいきます。最後の鎖3目のところまで編んであります。花びらの形になってきましたね。では最初の細編みに引き抜きます。4段目です。まず鎖編み3目で立ち上がります。根元の細編みのところですね。ここに長編みを2目編み入れます。細編みのところに3目です。次の鎖3目のところは長編みを5目編み入れます。次の細編みのところですね。ここは長編みを3目編み入れます。次の鎖編みのところは長編みを5目編み入れます。では同じように残りも編んでしまいます。立ち上がりの鎖も含めて40目編んだところです。では最初の立ち上がり鎖3目ですね。ここに引き抜きます。5段目です。5段目で四角にしていきます。まず鎖2目で立ち上がって根元に未完成の長編みを2回、一度に引き抜いて玉編みにします。これが角になってきますね。鎖1目編んだら1目飛ばして次の目に長編みです。ここから中長編み5目です。長編み、中長編み5目、次の目は長編みを編みます。そして鎖1目編んだら1目飛ばして次の目、ここを角にしていきます。長編み3目の玉編みです。未完成の長編みを3回編んで一度に引き抜きます。鎖編み3目です。同じところに長編み3目の玉編みです。ここが角になります。鎖1目ですね。1目飛ばして次の目です。長編み、次から中長編みを5回です。次は長編みです。長編み1目、中長編み5目、長編み1目ですね。次は角ですね。鎖1目編んで1目飛ばして次の目に玉編みという形で同じ要領でここまで編んでいきます。
編み終わりのところまで来ています。長編み1目、中長編み5目、長編み1目編んで鎖1目編みました。ここは1目残っているところですね。最初に立ち上がって、長編みの玉編みを編んだところです。同じところに長編みの玉編みを編みます。鎖編み3目で最初の玉編みに引き抜きます。モチーフが四角になりました。最後の段は細編みで1周編んでいきます。鎖1目で立ち上がって根元玉編みのところですね、細編みです。鎖1目を側にすくって細編みをします。ここは7目ありますね。それぞれに細編みをしていきます。鎖1目のところ側にすくって細編みです。玉編みに細編み、角の鎖3目のところは細編みを4目編みます。玉編みに細編みします。鎖1目を側にすくって細編みです。では同じ要領で最後まで編んでしまいます。細編みで1周編んできました。では最初の目に引き抜き編みではなくてとじ針を使ってつないでいきたいと思います。糸端に針をつけてあります。ではまずですね、最初のこれが細編みですね。この隣に針を入れます。そして最後の細編みの頭のところ、ここに針を入れて、この目ですね、ここに針を刺して糸を引き出すと、ここがきれいに揃います。では裏側に糸を隠しておきます。そして裏側の糸端もすべて糸始末しておきます。裏側です。糸始末して余分な糸はカットしてあります。これでモチーフが1枚編めました。モチーフはブロッキングをして形を整えておきます。ブロッキングボードとかお持ちの方はそういったものでやっていただければいいですし、私はアイロン台にピンを打ってスチームを当てていこうと思います。これが形を整えたものになります。一辺8センチの正方形のモチーフになります。では同じものを54枚作ります。そしてこちらは編み方は同じなんですけれども、色を反転して編んだものになります。花びらが白の糸になりますね。これを34枚編んでいきます。並べるとこんな感じになりますので、これをつないでいきます。まず横から1列ずっとやっていこうかなと思います。糸はこちらの糸を使っていきます。角のところですね、細編みが4目入っていますが、こちらの辺はこの目からスタートしますのでね、裏側も同じように1、2、2つ目の細編みのところですね、ここに針を刺して糸をつけて、鎖1目でそれぞれの目に1目ずつ細編みをしていきます。
一辺細編み15目になります。では続けて編んでいきます。今この部分になっていますので、残りも全部同じようにつないでいきます。細編みで1列つなぐことができました。では残りも同じようにですね、つないでいきます。こちらの方向に全部つなげることができました。では今度向きをこちらに変えて、この方向に同じやり方ですね。細編みでつないでいきます。こちらの方向もすべてつなげることができました。では糸端を裏側で糸始末しておきます。糸始末を終えたところです。最後に縁編みをしていきます。では最後はすべて細編みで編んでいきます。モチーフの1枚1辺が15目になるように編んでいきます。一周細編みで編んできました。最初の目に引き抜いて、これで編み終わりです。糸始末をして終わります。